こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。突然ですが質問です。気づいたら承諾していた。なぜかあの営業マンに言われた通りに契約してしまった。そんな経験はありませんか？私たちの日常には心理学を巧みに応用した承諾を引き出す働きかけが様々な形で存在しています。今回は代表的な5つの承諾テクニックを紹介しながら、どうすれば自分の身を守れるかについてお話しします。では早速始めましょう。1つ目のテクニックはドア・イン・ザ・フェイスというものです。これは最初に相手が確実に断るような大きすぎる要求をぶつけ、断られた後に本来望んでいた本命の小さな要求を出すことで承諾を得やすくする方法です。例えば、まずは年間契約5万円でいかがですかと言われて断ると、では半年プランの1万円でもと提案されます。この場合、最初から1万円が目標価格だったわけです。このテクニックが効果を発揮するのは、人間が持つ罪悪感と偏方性の心理によるものです。一度断ったことで申し訳なかったという気持ちが生まれ、次の小さな要求を断りにくくなります。また相手が要求を下げてくれたこと、つまり譲歩してくれたことへのお返しとして自分も応じなければという心理も働きやすくなります。このテクニックから身を守る方法は、最初の要求と最後の要求を切り離して考えることです。大きな要求を断ったから次は応じなければという義務感は、冷静に考えると必要ないはずです。相手の譲歩に流されず、今の要求に応じることは自分にとって本当に良いことかと独立して判断する癖をつけることが大切です。その場での即答を避け、少し考えさせてくださいと時間を置くだけでも、この罠を回避しやすくなるでしょう。2つ目のテクニックは、ローボールテクニックというものです。これは、最初に魅力的で有利な条件を提示して承諾を得た後、やっぱりその条件は出せませんでしたと条件を不利な方向へ変えても、相手がそのまま受け入れてしまう傾向を利用した手法です。野球でローボールを投げ込んでバッターを引きつけるように、最初の好条件でこちらを引きつけてくるんです。この罠にはまる原因は、コミットメントと一貫性の心理にあります。人は一度イエスといった自分の判断に一貫性を持たせたいという本能的な欲求があり、後から不利な条件に変わっても、まあもういいかと自分を納得させることがあります。例えば、中古車の購入場面では、この車特別価格で150万円でご提供できますと言われ、購入を決意したところ、契約書にサインしようとした段階で、申し訳ありません。確認したら170万円が最低価格でしたと言われます。この場合、すでに心が決まっているため、そのまま契約してしまうこともあるでしょう。この罠への対策は、条件が変わった時点で
ゼロから判断し直すことです。もう決めたから、手続きが面倒だからという理由で不利な条件を飲むのは危険です。最初の魅力的な条件がなかったとしたら、今の条件で同じ判断をするかと自問するといいでしょう。また重要な契約の前には、必ず書面で条件を確認することも大切です。3つ目は、偏方性と呼ばれる心理的傾向を利用した方法です。例えば、スーパーの試食コーナーで食べた後、つい商品を買ってしまったことはないでしょうか。人は何かを受け取ると、自然にお返しをしたい気持ちが生まれやすいと言われています。この原理の厄介なところは、受け取った恩恵が小さくても、返そうとする心理が働きやすい点です。50円の試食品をいただいただけで、500円の商品を買ってしまうような逆転現象が起きるんです。活用する側は意図的に少ないコストで大きなリターンを得やすいため、マーケティングや営業の現場で使われることも少なくありません。注意が必要なのは高額契約の勧誘です。最初に無料セミナーや食事、プレゼントを受け取らせ、こんなにしていただいたのでという罪悪感を植え付けてから高額商品や会員登録へと誘導するケースがあります。身を守るために大切なことは、受け取ることイコール応じる義務ではないということです。無料のものを受け取っても、それは相手が自分の意思で提供したもののはずです。商品を買わなくても、あなたは何も悪いことをしていません。もらった瞬間に、これは偏方性を狙っているのかもしれないと意識するだけで、感情的な行動を防げるでしょう。必要ないと感じたら、丁寧に断っても問題ありません。また、最初から負担に感じそうなものは、無理に受け取らないという選択もできるでしょう。4つ目の方法は、社会的証明と呼ばれる手法です。このアイテム、今月3000個売れています。EC サイトでこうした表示を見ると、自然と安心感が生まれて、購入したいという気持ちになるでしょう。多くの人がそうしているという事実を示すことで、それが正しい、良い選択だと判断させ、承諾を促すものです。この原理が機能するのは、人が不確実な状況に置かれたとき、他者の行動を何が正解かを示すヒントとして参照する心理的特性があるからです。特に自分に判断材料が少ないときほど、みんながやっているなら間違いないだろうという思考に流されやすくなります。でも、オンライン上の情報の中には、誇張や不正確なものが含まれている可能性も指摘されています。すべてが信頼できないというわけではありませんが、表示された情報だけで判断せず、複数の視点から確認する姿勢が必要です。職場でもみんな残業してるよ。他の人はみんな賛成しているという言葉が、少数意見を持つ人への同調圧力として機能することもあります。社会的証明に対する防衛策は、そのみんなは本当に信頼できる情報かを一度立ち止まって確認する習慣を持つことです。多数派に従うことが常に正解とは限りませんし、みんながしていることと自分にとっていいことは
全く別物です。疑わしいと感じたら、全く関係ない第三者の評価や、実際に経験した人の生の声を探す方が賢明です。5つ目は、希少性の原理を利用したものです。残りわずか。本日中のお申し込みのみ。今なら限定価格といった言葉を見たとき、早く購入しなければと焦った経験はないでしょうか。入手困難さや期限を強調することで、手に入らなくなるかもしれないという恐怖心を刺激し、素早い意思決定を促すものです。人は手に入りやすいものより手に入りにくいものに高い価値を感じるという希少性バイアスを持っています。これは人間として自然な感覚ですが、マーケターやセールスパーソンはこの感覚を意図的に演出することも珍しくありません。本当に数量や期限が限られている場合もありますが、販売促進の演出として使われるケースもあるため、注意が必要です。希少性の演出に対する対策は、せかされたら意識して一歩引くことです。今しかないという言葉は、あなたの焦りを利用するためのシグナルの場合もありますので、一旦立ち止まり、冷静になりましょう。特に説明が不十分だったり、考える時間を極端に与えられなかったりする場合は要注意です。ここまで5つの承認テクニックを見てきましたが、どれに対しても共通して有効なことをお話ししましょう。まず最も重要なのは、時間を置く習慣を持つことです。その場での感情的な判断は後悔につながりやすく、どんな場面でも少し考える時間をくださいと言える習慣が自分の身を守ってくれます。次に大切なのは、なぜ自分はそうしたいのかを言語化する習慣です。なんとなく断れない、みんながそうしてるから、もったいない気がするという漠然とした感覚は、承認テクニックが機能しているサインかもしれません。自分の判断の根拠をはっきりと言葉にすることで、感情ではなく理性で決断しやすくなるでしょう。もし判断に迷ったときは、家族や信頼できる人、あるいは消費生活センターなどの相談窓口に意見を求めるのも一つの方法です。外部の視点が入ることで、冷静さを取り戻しやすくなります。そして何より大切なのは、これらのテクニックの存在を頭の片隅に置くことです。相手がどのテクニックを使っているかに気づくだけでも、そのテクニックの効果は薄れるでしょう。あ、これがドアインザフェイスか。これは希少性の演出だなと意識した瞬間、あなたは冷静に判断しやすくなるでしょう。今回は私たちが日常の中で気づかぬうちに影響を受けやすい5つの承認テクニックについてお話ししました。大きなお願いの後に小さな要求をしてくるドアインザフェイス。一度はいといった気持ちにつけ込むローボールテクニック。もらったことで返したくなる偏方性の原理。多数派に安心を覚えてしまう社会的証明。そして今しかないと気持ちを急がせる希少性の原理。どれも買い物や人間関係、仕事の場面など、
私たちの身近な日常に見られるものです。どうかこれらのテクニックの存在を頭の片隅に置いておいてください。そして必要な時には一旦立ち止まり、落ち着いて考えてみましょう。相手の言葉や提案に対して、なぜ今自分はこうしたいと感じているのだろうと問いかけてみてください。その一呼吸があなたを冷静さへと戻してくれます。焦らず流されず、自分自身の判断軸を大切にしながら行動していくことです。その積み重ねが望まないことを決断してしまう状況からあなた自身を守ってくれるでしょう。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。